どうも、潜入おいりです。今回の潜入先はこちら、大阪堺市にあります青木刃物製作所の堺隆之ナイフギャラリーへ行ってきました。ここはね、知らない人多いんじゃないでしょうか。その理由っていうのは、先月10月ですね、2022年10月11日にオープンしたばかりなんですね。ちなみに僕の誕生日です。26歳になりました。ありがとうございます。で、このギャラリーがどういった場所かというと、会員制の刃物屋さんなんですよ。聞いたことありますか？会員制なんて。本当にもう全てがすごいんですよね。気になりますよね。では早速潜入していきましょう。まずですね、こちらが本社の青木刃物製作所になります。で、今回行くナイフギャラリーっていうのはここじゃないんですよ。この場所にはないんですね。ここからだいたい徒歩 2,3 分程度で着きます。で、今回の動画のテーマなんですけど、今向かってるナイフギャラリーのことはもちろん青木刃物製作所について、そして今回お話しさせていただきました専務取締役の青木俊和さんについて、なぜこの仕事をしてるのかとか、一番のやりがいとか、そういったお話伺ってますので、こちらもぜひ楽しみにしていただけたらと思います。それでは本編へどうぞ。何点か質問したいんですけど、やっぱりこのギャラリーをオープンした理由といいますか、そのコンセプトを踏まえながら、教えていただけたら。そうですね。堺隆之ナイフギャラリーって一応見た感じお店みたいな雰囲気なんですけど、お店じゃなく、本来の目的っていうのは堺隆之刃物をすごいファンとしてずっとご愛用していただいてる方にちょっとその憩いの場として、そういう空間をちょっと提供したいっていうのがありまして、前々からずっとそう思ってたんですけど、以前はわざわざ遠くから会社の方に来ていただいてもちょっとお見せできるようなそういうものもなくて、ちょっとあまりにもすぐお帰りいただくっていうのも申し訳ないんで、そういう時にちょっとここでちょっとくつろいでいただいて、ちょっと包丁もちょっと見ていただいて、そういう空間を作りたかったっていうのが、それがコンセプトの一つですね。ちなみにそれはいつ頃から計画し始めたんですか？こういう場所を作ろう。そうですね。やっぱりもちろんインバウンド需要っていうのもあって、海外からも堺隆之っていうのを目指して、この堺まで来ていただける方がたくさんいてまして、そういうだからやっぱ数年前、45年ぐらい前からですかね、考えはあったんですけど、なかなかそのタイミングとか場所ができなくて、作るのであればやっぱ堺っていうふうにずっと考えてたんで、やっぱり堺隆之は堺のブランドなんで、やっぱ堺にないとダメなんでっていうので、ちょうどちょっといい場所が見つかりまして。なるほど、本当ちょうどいい場所ですね。そうなんですよ。本社からも近くて。あとこれもちょっと普通に興味本位で知りたかったんですけど、堺隆之ってあるじゃないですか。青木刃物青木じゃなくて、その隆之ってなぜ隆之なのかってことを知りたくて。そうですね。堺っていうのは堺のメーカーさんは大体上に堺ってつくんですけど、この隆之っていうのは創業者一郎、青木一郎っていう創業者なんですけども、その長男が隆之っていう名前2代目ですよね。その名前を取って隆之、ちょうどこれ親孝行っていうね字にもなるし、すごくいいんじゃないかなって。本当ですね。それで取りました。その名前をつけました。それがブランドになりました。そういうことですね。この特に内装がかなりこだわってるというか、すごいこだわってると思うんですけど、ちょっとなんか順番にというか、ここをこだわりましたとか説明してもらったら。そうですね。特に入り口のゲートというか、エントランス入ってきて、やっぱり一応コンセプトもあって、もう一つあって、一応その一歩踏み込めばそこに異空間があるというコンセプトもあって、普段皆さんが生活されてる中で、なかなかちょっと見ることもできないというか、体験できないような空間を提供したいっていうのがありまして、開けた瞬間にエントランスもそうですけど、ちょっと光もいろいろ計算して、ここに包丁どういうふうに当たれば一番綺麗に刃が光るとか一応それも計算してやってます。あとはだからやっぱりその堺隆之ブランドのなんか聖地っていう言い方するあれなんですけど、そういう聖地ですよね。そういう場所にもしたかったんですね。はあ、ありが
ざいます。このエントランスに来ていただいて、この正面に見えるこの彫刻のマグロ包丁ですけど、はい。2尺のマグロ切りなんですけど、うん。桜の彫刻をもうたくさんもう散りばめて、で鞘と、絵も一応そういうまあ桜のイメージで、うん、下もこういうちょっと花びらが、桜の花がちょっと散ってる、ちょっと見にくいんです。うわ、気づかなかったです。でこれリンカっていう名前なんですけど、はい、包丁のシリーズのあ、ありがとうございます。これもすごい人気の包丁で、このマグロ包丁自体は製品としてはやってないんですけど、はい、ここにあったっけ、このこれは釈産の先丸タコ引きなんですけど、これは一応リンカっていうシリーズ、これが製品としてあるんです。はい。で一応ここに和歌がちょっと彫られてあって、はい。いや、めっちゃ綺麗。はい、この和歌にもちょっと意味があって、はこの上は見下ろしですね。この2本が一応セットで。この内装もなんかデザイナーと協力されたりとかしてるんですか？そうですね。デザイナーさんに入っていただいて、そういう包丁を並べるっていうもちろんそういうもともとあるものないんで、はい、設計からいろいろしていただいて、はい、いろいろだいぶ協力していただいて、ちょっとやり直しとかそういうのもいろいろ、最初ちょっと模型みたいなの作って、一回こう飾ってどういうふうに光が当たるかとか、やっぱ、いろいろしないと。そうですね、包丁の刃はやっぱ光とのすごいなんていうんですかね、バランスが難しいんで、光りすぎるとなんかこうね見えないっていうか、そうですね、キラキラしすぎて、そうですよ。そう、カメラでそれ撮ると白飛びって言ってもう飛んじゃうんですよね。そうだからすごくめっちゃ綺麗に映ってますもん。びっくりするぐらいありがとうございます。はい、でこっち来ていただくと、はい、この左側は久保田さんっていう彫刻、はい、担当してくれてるうちの久保田美智子さん、はい、で彼女が一応彫刻して、はい、こういうプロデュースっていうんですか、この空間は、はい、28本並んで28本、おお、すごい違う柄が彫刻されてます。おお、本当だ。いや、圧巻ですね。すごい。ここも私が描かせていただいたんですけど、はい、この円が酒井隆之になっていて、で一応先駆者であれ挑戦者であれっていう言葉を書きました。やっぱ堺の刃物屋さん、はい、いろんな刃物屋さんがあるんですけど、そうですね、やっぱ他の刃物屋さんがやらないことをどんどんしていって、先駆者であって、挑戦していこうっていう意味で書きました。あと英語に翻訳しやすいなと思って、Be Pioneer, Be Challenger で。はい。もう下書きなしでも。そうですね。一回きりですよね。アートは大好きなので。で、レバー包丁。こちらは、尺2のレバー包丁に、約78文字の魚編の漢字が彫られております。すごい。で、結構お寿司屋さんとか人気ですね。いや、すごいな。やっぱ一番上がタイなんですね。そうですね。いいですね。一応お魚の中では王者ということで。そうですね。読み仮名もつけてます。本当だ。そうですね。それあんまりないですよね。てか細かい。うわ、芸術品ですね。もう一ついいですか。で、ここのワンナイフワンミーティングってちょっと書かせていただいたんですけど、はい、これは一丁一会という思いを込めまして、オイリさんみたいな方もそうなんですけど、この一
一つの包丁を通して、いい出会いがね、一つの出会いがあればいいなっていうので、ワンナイフワンミーティングっていう意味でちょっと落書きしました。もう落書きが落書きがするんですけど、いろんな場所に。いや、そう、さっきのトイレもちょっとトイレ一緒に撮っていいですか？そう。5人の妖精見つけてください。5人、すごい。5人の妖精？妖精がいる。ああ、そういうことですね。中にいるんです。いいんですか？どうぞどうぞ。ありがとうございます。5人の妖精がいます。あ、1人目いましたね。落書き好きですね。2、3、それいいよね。5人の妖精見つけたら。4、あ、5。トイレきれい。すごいな。5人の妖精見つけました。見つけました。はい。幸せになります。幸せになれましたね。トイレめっちゃ綺麗。すごい、落書き好きなんですね。そうなんですよ。もっと言えばいろんなところに落書きあるんですけど。ちなみに、それで、ここが全。もうこの中に全シリーズ入ってますか？そうですね。ここに載ってるやつ。基本的には酒井貴之のカタログ商品っていうんですかね。そういう、その包丁は置いてなくて、ナイフギャラリーオリジナルっていうか、そういう組み合わせの刃とハンドルの組み合わせとか、そういう形とかを一応並べてると。なるほど。この辺から取ってもらったら。いやすごい、これ一本一本飾ってるとこをちょっと早送りで撮りたいですね。また動画私作ったのあります。あ、そうなんですか。YouTube でちょっと見ていいですか。いっぱい送りますね。お願いします。ナイフギャラリー作る過程っていうのをいろんな動画にまとめてて、それで生きていくシーンがあるんで。本当ですか。全部送る。そうだ、これちょっと最初に聞いておきたかったんですけど、ここを完全に予約が必要なのかとか、なんか何人まで行けるのかとか、ちょっとそういった注意事項というか詳細みたいな。そうですよね。それはちょっとじゃあ条件っていうみたいな、そういう要はどういう形で運営してるかってことですよね。そうですね。一応ねメンバーシップ制ギャラリーっていうので、スタートはしてるんですけど、やっぱりさっきも言ったんですけど、インバウンドの方とか、観光目的で日本来られて、ネットとかでそういうのを見つけて、ふっと来られる方もいるんで、やっぱりそういう方にも入っていただきたいっていうので、一応入場料金はちょっといただくんですけど、当日、空いてれば、入場していただけるっていう、そういうシステムも。その時でも。そうそうそう。なるほど。ちょっと正直、まだ始まったばっかりで確立されてなくて、どんどんルールが変わっていく可能性もあるっちゃありますよね。そうなんですよね。現状は一応こういう感じで、ワンドリンク提供させていただきますと、そういう形で。会員のお客様は一応年会費いただいて、あとはもう入場、もちろん自由にいつ来ていただいても、オープンの間でしたら。あと、同伴者もお友達とかも3名まで一緒に来ていただいても入れますという、フリーで入れますという。会員特典ですね。そうですね、会員特典ですよね。で、あとは、月に、今のところちょっと予定なんですけど、2ヶ月に1回ないし、できれば月に1回、そういうちょっとシェフをちょっと招いて、ここでちょっと例えばお寿司とか、そういうのを会員の皆様に、振る舞うというか、そういうパーティーみたいなのもちょっと今、やってるんですよ。もうやってるんですね。やってるんです。一応そんな感じでございます。はい。そうですね。ここからちょっとシリーズの全部聞きたいのは山々なんですけど、ちょっと面白いシリーズというか、おすすめというか。養蜂町はグランドシェフっていうシリーズが、酒井貴之のもう今なんで40年、最初発売して40年ぐらい、40年ぐらい経つんですけど、どんどん進化していって、グランドシェフシリーズ、これはすごい今すごく使っていただいている方も多くて、海外のシェフも使っていただいている方もすごいたくさんおりまして、あと和包丁はやっぱ堺なんで、片刃のね内刃物っていうのはあれなんで、さっき言われた玄武とか、飛燕とか白虎とか、そういうシリーズっていうのを作りまして、それもかなり
皆さんになんていうかな、使っていただいてるうんんで、はい、だから今散歩工場っていうのを、はい、堺高明持ってるんですけど、ここから車で10分15分なんですけど、はい、散歩ファクトリーオリジナルモデルっていうので、はい、今ちょっと作ってるんですよ。はい、だからちょっとこだわったやつをちょっとやろうかなと思って。なるほど、はい、そういう包丁をちょっと今作ってまして、はい、来年ぐらいにはちょっと発表できるかなと思うんですけど、ちょっとまたその時行かせていただきたいです、堺隆之といったらこれみたいななんかあるんですか？デビュー商品というかそういったなんかあるんですかね？ホムラっていうシリーズ、はい、堺って作って散歩工場で作ってるんですけど、はい、それはちょっと僕がちょっとプロデュースしたんですけど、はい、ワンランク上の、はい、堺隆之っていうイメージで、はい、ホムラあったかな？ありますか？ホムラここにあります。これは違います。これはそう、これでもこれホムラグレンっていうシリーズなんですけど、はい、うわめっちゃいいな。これホムラっていう刻印入ってるんですけど、はい、でこの上の井槌って言って井戸の中に土が入ってる、これ土井さんの一応屋号っていうか刻印なんですよ。はい、でこれは一応青二香で、はい、こっちを貸しとくか。いやかっこいい。土井さんが誕生してるやつ、このシリーズが一応ホムラシリーズって言います。ちょっとはい、ちょっとかな、こんな感じで、これが牛刀。おお。これが先丸ですね。ありがとうございます。うわ。はい、これがホムラグレンです。これは。いやホムラっていうその名前、はい、これ登録商標ではい、取らせていただいたんですけど、はい、やっぱその堺のその炎っていうか、はい、その火をねずっと継承していくのがやっぱ堺のそのブランドっていうか、堺メーカーのその責任っていうか、ね、はい、役割として僕思ってて、はい、このホムラっていう字はその火の中で一番強い燃え盛るその炎っていう意味なんですよ。それをつけました。はい、なるほど。600年のその堺の火をこう継承していくっていう、消さないように、はい、そういうブランドを作りたかったんですね。はい、それでホムラっていう。いや素敵すぎる。触ってもいいですか？どうぞ。ありがとうございます。おお。結構見た目以上にずっしり感はありますね。そうなんですよ。堺の特徴が結局その、なんですかね、その重み、はい、重みっていうかその重厚感っていうのがやっぱり堺の特徴と思うんですよ。はい。その軽いのが悪いとかそういうのはなくて、やっぱり他産地の方が作ってる割とこの割り込みの牛刀ってやっぱ軽いのがやっぱり多いと思うんですよ。はい。堺はやっぱりそこのところがちょっと違ってて。そうですね。そっか。ありがとうございます。あと中子のちょっと隠れてるんですけど、はい、この中子っていうのがあるんですけどね。はい。割と他産地の方は中子短く作られる方多いんですよ。はい、でも結局そうなるとこう持った時に、はい、全体のその重量感っていうのがやっぱり感じれなくなる。前に重心くるんで、はい、堺の包丁って中子が長いんですよ、しっかり。はい、持った時にそのバランスでこの手元にも重みがきっちり残るように。隠れちゃうから別に短くてもいいんじゃないかなと思うんですけど、はい、じゃなくてやっぱその持った時のバランスも考えて、はい、中子の長さっていうのを作ってるので、なるほど。ポイントかなと。ありがとうございます。知らなかったです。そうそう。中子の長さが違うっていうの。中子の長さってすごい、別にね極端な話このぐらいでもいいじゃないですかって話もあるんですけど、じゃなくてやっぱりその中子っていうのはすごいバランスの意味ですごい大事なんですよ。包丁を握った時のバランス。はい。堺の絵ってちょっと長いと思うんですよ。他の例えば竹譜とか、そういうところに比べて。はい。でそれなんで長いかっていうのは中子が長いから当然長くなりますよね、必然的に。
だからこういうのでもそうなんですけども、ちょっと長いんですよね、堺のハンドルっていうのは。いや本当ですね、そう思うと。いや絵の種類もすごいですね、こんなに。そうですね、この絵に関しては、九州熊本の、漆塗りの職人さんが作ってくれてる、はい、ハンドルです。若い女性の方が今ね、はい、来られてて、こういうのとか。はい。うわすごい。ここにある中で、絵で一番高級というか価値のあるものってどうなんかあります？やっぱりこの銀の輪の入ったやつとかは、この辺はちょっとやっぱり、値段高くなりますよね。なるほど。こういう花輪の、材料を使ってるのとか。はい。いやこの花輪かっこいいですね。そうですね。花輪のコブのとこですね。はい。ちょっとそういう斬新な柄のものが、やっぱり包丁もすごく若い方もね、それこそ20代10代後半の料理やられてる方とかも買っていただくんで、やっぱりそういうちょっとこうみんなが持ってないようなというか、自分のなんか個性を出すような、そういう包丁が欲しい、ハンドルが欲しいっていうお客さんもいるんで、ちょっといろいろこういうのもチャレンジして。なるほど。もちろん伝統的なこういうね黒炭とかホウノキっていうのは素晴らしいハンドルなんで、それはそれでもちろんずっと根強く買っていただくんですけど、このギャラリーなんですけど、どういったお客さんに来てほしいみたいなのあります？なんかそうですね、やっぱりまず一つはその堺隆之のファンの方っていうのはもうやっぱり一番来ていただきたいですよね。あとはもちろん堺に何かしら観光で訪れて、全然包丁目的じゃなく、堺に観光で来ていただいた方にもこういうちょっと雰囲気を体験してほしいっていうのもあるし、あとは外国の方、外国にもたくさん堺隆之を今愛用していただいているシェフの方とかもたくさんいてますんで、そういう方にもぜひ来ていただいて、ちょっとくつろいでいただけたらなと思いますね。なるほど。次の質問は、僕も知りたいというか、ちょっと面白い企画のようなもので、刃物屋さんがおすすめする一番家庭用で万能に使える包丁ってなんだっていう、それが牛刀なのか三徳なのか、もし1本選ぶなら青木さんだったら何選びますか？そうですね、僕でしたらやっぱり刃渡りはやっぱ18センチ、で形状はもちろん三徳か牛刀になるんですけど、そうですね、僕自身の好みはやっぱり牛刀、が使いやすいかなと思うんで、180の牛刀のステンレスですよね、モリブデン、かな。なるほど。そこのモリブデンの理由とかお伺いしていいですか？モリブデンの理由だから、まずやっぱりね、家庭用で使うとなると、もちろん錆びる錆びないっていうのがあって、錆びないのが絶対お手入れがね、楽なんで、あと研ぎ、あんまり硬すぎると、やっぱり砥石に乗らないし、よくこう簡易の研ぎ器、あれでもやっぱ刃がつきにくいんで、モリブデンの例えばアウスの8とか、ぐらいですと、割と早く刃つくんで、すごい初心者の方でも研ぎやすい材料なんで、僕はすごくいいと思いますよ。なるほど、なるほど。あと切れ味もすごくいいし。ちなみにさっき言った牛刀の18でちょっとここにあったりします？そうですね。18もでも結構珍しいですよね。これちょっと18センチなんですけど、牛刀もうちょっとだけ形状はね、細いんです。シュッとしてるんですけど、三徳、三徳もちろんね、三徳もいいんですよ。この幅があるんで、例えばこう野菜でも高さのある野菜切る時なんかは、この幅が結局バランスになるんで、安定するっていうんですかね、切った時に。これがやっぱ細いとどうしてもこう
大根なんかもそうなんですけど、はいちょっと安定しないんで、はい。まあ、もちろん三徳もいいんですけど、うんまあ、僕の場合はちょっとこの先のちょっと細いところではい。ちょっとこうなんかこう細工する時にね使いやすいっていうので、はいまあ牛刀がいいかなと思ったんですけど、はい。まあ三徳も使いやすいと思います、まあでも刃渡りはやっぱり18センチぐらいが一番万能かなと思いますね。21もいいんですけど、まあ、ちょっと家庭用にしてはちょっとはい。長いかなっていう、なるほど。はい、のがありまして、確かに。これが高幸さんです。これがちょっと待って。ちょっと今日社長いるんですけど。なるほど。高幸って本当に、まあ実在した人物だったんですね。そうですね。ねえ。高弘。うわあ。うお。あんまりはい。みんな知らないです、従業員も。あ、そうなんですか。ものすごくない。こういう隠れたアートがね、結構好きですね。え、ちなみにまだあるんじゃないですか。まだいっぱいあります。ありがとうございます。いや、喫茶店じゃないですか。喫茶店です。すごい。ブレンドなんでイメージして。あ、小村これですね。そうそう。へえ。だからこれが一応その入場していただいたら、はい。ワンドリンク作っていう、はいはいそういうシステム。なるほど。じゃあこの料金はもし追加で頼んだ場合。そうですね。2杯目もし飲まれる方はそういうことやね。なるほどなるほど。メンバーの方は、はい。 2杯までは無料。無料。今日来て明日来ても無料。はい。毎日来ても無料。毎日来て無料。いや、いいですね。ではこのホムラーブレンドいただいてもよろしいでしょうか。はい。ホットでお願いします。僕アイスカフェラテ。あ、じゃあ同じの。さっきの落書きの続き見せていいですか。落書きの、あ、いいですか。結構時間かかるんです。はい。じゃあ全部来てもらっていいですか。ちょっと届かなくて。ああ、ビューで、こっちがいや、すごい。空になってます。あんま下げることはないんで。ここは僕も見たことない。日の目を浴びさせてあげてください。いやいやいや。めっちゃあるじゃないですか。全部これいいね。これ作る過程はい。動画にしてるんで、もしよければ見てください。え、かっこいい。青空の下、もう筆を振り回して。え、そう、これもうこうやってやったんですよはいね。振り回しまって。ケース。そうだから一応市販です。いやいやいや。市販なんですよ。確か。いやいや。市販代。こんな感じでいろいろ。この桜も久保田さんが作ったんですよ。自分で買ってきてこういう砂利もはい。砂利巻いて。巻いて、桜も散らしまくって。いやー。最初立ち上げの時にかなり久保田さんがアイディア出して。ああ、なるほど。こうしたい、こうしたい。そう打ち合わせして。壁紙の色とかも全部決めてもらって、はい家具とか。なるほど。あ、こうまあここに来た場合、基本誰が接客されるとか。スタッフが一応3、4人来られる。3、4人じゃないです。2、3人2、3なんで。人。あ、なるほど。はいまあさっきの店長さんと。そうですね。なるほどなるほど。店長で時間がすみません。外国人の、はいスタッフとかも英語喋れる方とかもはい入れる予定なので、なるほどなるほど。おお。え、かわいい。エッセンス。も全部かっぱ橋で買いに行って。
フィルム撮ってもらう、アイスカフェでも撮ってもらいましょう。そうですね。よかったらコースターも酒井貴之なんです。お願いします。いや匂いいいですね。本当にくつろげる空間ですね。本当に。忘れて。いや、美味しい。結構ブレンドとかもプロと相談しながら作って。いや、めっちゃ美味しい。メンバー制にするっていうのも、まあ、社長のすごいそういうなんか思いがあって、はい、まあメンバー制じゃなくてもう、まあ、誰でも入りたいっていう方は、はい、もうフリーでっていうのもまあ一つね方法としてもあったんですけど、でもやっぱり優先的にその酒井貴之のことをすごいファンとしてずっとまあ愛してもらってる方を優先的にしたいっていうので、それでメンバー制っていう形で、ねしたんですけどね。あ、なるほど。多分てか世界初なんじゃないですか。そのね、本当に。と思いますね。この特化したのは、この間アメリカ人の方かな。こういうアイデアどうですかって言ったら、その方もやっぱ素晴らしいっていうか、そういうのは僕も聞いたことないってアメリカ人の方も言ってたんで、世界初です。で、まあ、うちの社長が、まあ、今日いてないんですけど、その割と海外とかも積極的にまあ、行って展示会行ったりとか、そういうイベント出たりしてるんで、なんていうんですかね、その今までにその日本の中ではないようなその感性っていうか多分受けて、まあ、それもあったんで。あんまり日本ってそういうとこないですもんね。なんか静かな感じ。それもそれでいいんですけど。それはそれでいい。いやでも本当にまさかこんな場所が堺にあるって思わないですよ。なんかもう北新地とかそういう銀座とかそういうレベルの閑静な住宅街に佇む神秘的なそういう世界ですよ。堺にある、さっきも言ったんですけど、堺にあるのがね、いいんかな。まあ、もちろん大阪のもっとこう繁華街とか、あっちに作ればもう集客の面では多分すごい楽と思うんですけど、やっぱ堺貴之ナイフギャラリーはやっぱ堺にあるっていう、これはやっぱ一つあれだと思いますよね。そうですね。皆さんが頑張ってるじゃないですか。大崎さんもそうですけど。そうですね。なんかね、堺もちょっとこう負けてられんっていうか、一発こうまあ堺も花火上げなあかんなっていうのが僕もあって。なんかこう堺ってもうなんか終わったねみたいな、そういうことにならないようにね、なんかいいと思うんですよ。切磋琢磨で産地同士でね、土佐もそうやし三木もね、三木もそうやし、みんなでこうなんていうかな、競い合って日本の包丁の刃物自体の価値を上げていけばね、それはやっぱ堺も負けてられんっていうのはありましたね。だからまあ交流みたいなのもね、この間もそうですけど、前は多分考えられへんかったと思うんですよ。武府のそういう職人さんたちがここに来て、なんかそう喋ったりするっていうのもね。だからやっぱそれでみんな変わってきてるんかなっていう、みんなその若いやっぱりこう考え方になって、昔みたいにこうなんか堺は堺、武府は武府やみたいな、ね、なんかそういう時代もあったらしいんですよ。でもちょっともうそういうのじゃなくて、なんかこうみんなでこう交流し合って、日本の産業全体をねぐっと上げていく、いい流れじゃないかなって思いますよ。その流れでも本当に中川さんとかもういろんな方結構そう言っててですよね。中川君もそういう考え、そういう考えで、まあ、このロゴマークこれももともとなかったんですけど、まあ、僕が専務になった時に、このロゴを見てこう連想、すぐ堺貴之刃物包丁っていうのを連想していただけるようにっていう意味を込めて、このまあロゴ、書道家の先生に書いてもらったんですけど、作ったんですけど、まあブランドですね。ブランドにかけるその思いっていうか、まあそれがすごく僕強くて、もうまあ前もよく笑われるんですけど、そのマクドナルドのM、あれ見たら世界中の誰でもマクドナルドってわかるじゃないですか。だからこの堺貴之のロゴもこれ見たらもう包丁、堺の包丁のブランドっていうのをみんなに分かっていただけるぐらいにしたいんですよ。このロゴマークってこれって初代からじゃないんですね。ではないんですよ。言ったら最近ですか。そう僕が専務になった時やから、すいませんいつも18年前。
本当ですか？そうなんです。偶然最近オイリーさんなんか堺の方とかも回ってると思ってで今日ワンチャンないかなと思っていろんなところ回ってたんですけど、まさか本当に発見ありがとうございます。ありがたいですね。そう今のびっくりしました。最近なんですね。そうなんですよ。堺孝之刃物っていう、はい、漢字の、マークはあったんですけど、はい、こういうサインみたいなのなかったんで、これはちょっともう僕はどうしても作りたくて。はい。なるほど。他のメーカーさんがやらないようなちょっと斬新っていうんですかね、ただ包丁の形にしてもそうですけど、はい、飛燕型とかちょっと反りの入った剣型とかも、常に業界、いい言い方すれば業界をなんとか先頭走りたいっていうか、はい、なんですかね、そういう新しいものをやるときには必ず先頭で一番最初にやりたいっていうのが、うちの社長もそういうことを常に持ってて、はい、先代の社長も当時あれ確か食中毒とか衛生のそういう問題が、はい、包丁にもすごく問題になった時代があったんですよ。例えばハンドルが木じゃないですか、和包丁って腐敗がしてきて、はい、それを結局触ってまた食べ物触って、はい、そこから食中毒の原因になるっていうので、はい、当時はこれも多分どこの刃物メーカーさんもなかったと思うんですけど樹脂、はい、ハンドルを完全に樹脂にして、はい、和包丁出刃とか柳とかそういうのも作ってもういち早く発売した、はい、なるほど。今は何社か作ってられる方いますけど、ね、はい、だからプラスチック樹脂なんで、はい、腐らないんで刃はステンレス、はい、だからその丸洗いしてもらって、はい、もう乾かしておくだけで一切劣化しないっていう。いやなんか他にもありそうですね。それこそもう青木、孝之さんから流行らせたもの。当時そうですね、スウェーデン鋼っていう海外から、はい、ヨーロッパの方から鋼材を輸入して、はい、でそれでステンレスの包丁を作る、はい、そういうのも割と早かったと思いますね。当時みんな国産の鋼、日本鋼ですかね、そういうのを使って牛刀とか作ってたんですけど、うちの先代の社長がこれからはステンレスの時代必ず来るっていう、はい、だから50年ぐらい前ですかね、はい、その日本にはまだその時いいステンレスの鋼材がないっていうことで、はい、そしたらそのヨーロッパの方にいい鋼材があると、はい、でそれを輸入して、はい、それを包丁にしてで、最初はやっぱり焼き入れのその温度とかも難しい、わからないんで、はい、折れたりとか、はい、そういうのがすごくトラブルあったんですけど、はい、一応それを乗り越えてステンレスの洋包丁、はい、そういうのを発売したとか、なるほど。そういう常になんていうかね、業界の先を走りたいっていうその先代からの思いですかね。はい。はい、それをもう見極めてたんですね。ステンレスの時代が来るっていう。そうですね。当時かなりなんか怒られたみたいですけど、そんなステンレスなんか包丁じゃないって言って、はい、やっぱり包丁は鋼じゃないとそうですね。ダメってだいぶ言われたらしいんですけど、ね、今はやっぱり洋包丁なんか見ると完全に逆転してますもんね。そうですね。はい。うちも青鬼のね、これもちょっと珍しいと思うんですけども、はい、青鬼の一枚ものの、はい、牛刀っていうのをまだスタンダードなそのラインとして残してるんですよ。はい、青鬼刀っていうシリーズなんですけど、はい、割り込みのね青鬼の洋式の包丁って割と合うと思うんですけど、はい、真ん中が青で、はい、で側は例えばステンとか、はい、でも丸々1枚の青鬼の鋼使って、はい、牛刀ペッテ筋引き、はい、これはあえて残してるんですよ。あえて、はい、なるほど。これその鋼のその良さっていうか、はい、切れ味とか、はい、そういうのっていうのはすごくやっぱ根強いっていうか、いまだにやっぱその鋼じゃないとダメっていう方もたくさんいるんで、そういう方のためにもちょっと残してなるほど出ます。あと個人的な質問なんですけど、青木さんって普段料理とかってご自宅でされたりとかされてます？しますよ。そうですか。休みの日とか、はい、全然あと僕魚釣り趣味なんで、はい、丸々を魚釣ってきて、はい、それを自分でさばきに行ったの三枚おろして皮引いて、でお作りにしたりとか。結構やられてますね。
で自分で研いだりもしますし、家では、たまに研ぎすぎて奥さんに怒られるんですけど切れすぎて危ないって言ってそうですね、切れすぎるとやっぱ怖いっていう人多いですよね。そうですよね。まあでもやっぱり切れないとね、そうです、包丁はね間違いなく、まあ研ぎに関してもなんかもっとね研ぎに皆さん興味持っていただいて、まあ研ぎ師っていうのもまあちょっとやり方さえね最初みんな研ぎ方わからないから、なんか敬遠ねしてしまうんですけど、やっぱ基本さえねしっかり勉強すればそんなに難しいものね。そうですね。ぜひもっと研いでほしいですよ。これもちょっとまた別の質問なんですけど、まあ青木さんがもともともう小さい頃から継ぐつもりで来たのか、それともちょっとまあ別の夢もあったりとかしたのかっていう。そうですね、まあ、社長の方はもちろんまあ、3代目なんでね会社に入るっていう、そういう思い持ってたと思うんですけど、僕はちょっと他にいろんなことしてたんですよ。そうなんですね。そうなんですよ。で、いろいろ紆余曲折あって、まあ会社に入ったんで、最初はだから全然そういう仕事するつもりもなく、もちろんちっちゃい時まあね、小学生とか、ぐらいの記憶を思い出すと家で夕方テレビ見てたらガラッと開いて職人さんがこう包丁持ってきて、こう新聞紙にぐるぐる巻いたやつをこう持ってきて「元気か?」みたいな「このおっちゃんらなんでいつもこう新聞で巻いたこんな鉄の塊持っていくんかな」って、そういうのはなんだか覚えてるんですよね。あとはその父親がその包丁まあ、夕方、会社で包丁研いでるんですけど、それの例えばご飯できたってちょっと呼んできてってお母さんに言われて、で会社行ってご飯できたよとかで、そう研いでる父親を見ながらこんなやってんねんなみたいな、そういう感じでしたよね。だから環境的にはやっぱそういう、まあ、包丁屋さんのそういう子供なんかなっていうのはなんとなくありましたけど、まあ、自分がそれをその仕事するっていうのはもう全然ずっとつもりではなかった、つもりではなかったですよね。でも実際入っていろいろやってみるとやっぱこの伝統的な、ね、伝統産業ですし、まあ、堺の代表するね、そういうまあ、包丁っていうことなんで、まあ、すごくやりがいもあって、あとまあ世界中でそういう日本の包丁を、まあ、愛用していただけるシェフっていうか、まあ、リスペクトしていただいてるっていうのも知って、まあ、すごく本当やりがいのある仕事ですよね。だからもっともっとこうみんな知っていただきたいなと。この、まあ、今の仕事というか作業をしてて、一番なんかまあ嬉しいこと、やりがいというか嬉しくて達成感感じることって、まあ職人目線でもいいですし、まあ、お客様目線でもいいですし、なんか一番あること。そうですね、やっぱり自分がその作りたいなって思ったものが出来上がった時ですよね。それをこう皆さんにお客さんに見ていただいて、これは欲しいなっていうその一言いただいた時が一番嬉しいかな。さっきのそのホムラっていうシリーズも、まあ、コンセプトから考えて、あと職人さんと相談して、まあ、それ刻印とかそういうのも全部一から作ったんですけど、あれもやっぱり、まあ、ものが出来上がって皆さんにお客さんに見ていただいて、これはいいかっこいい欲しいってその一言いただいた時にやっぱもうすごく嬉しい。なるほど。それがもう全てかもですね。もしかすると。ありがとうございます。ありがとうございます。まあとにかくまあ堺の包丁っていうか内刃物っていうのをもう一回こう見直して、まあ、世界へ発信していきたいなっていうのは、思ってます。まあ、今ね他産地の方たちもみんな頑張って、日本の、ね、刃物っていうのを、まあ、世界へっていうので、若いそういうみんな新しい考えを持って、いろんな講座にチャレンジして、まあ、製品作りとかデザインも、やられてるんですけど、まあ、堺もちょっとなんとかそれに負けないようにね、ちょっとなんとか頑張りたいなっていう思いまして、まだまだちょっとできたばっかりなんで、まあ、知られてないというか知っていただいてない方もたくさんいるんで、まあちょっとぜひね皆さんに知っていただいて、ちょっと興味持っていただいて、ちょっと訪れていただけたらと
思ってます。じゃあまあ、堺に来た時はぜひ堺高之ナイフギャラリーへ、お越しください。スタッフみんなお待ちしてますんで、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ということでいかがだったでしょうか。もうすぐ動画終わりなんですけど、ここまで見ていただきありがとうございます。非常に興味深い内容ばかりだったと思うんですけど、僕が特に伝えたいことがありまして、めちゃくちゃ仲いいんですよ、その従業員同士が。動画見ていただいてね、分かったと思うんですけど、これってね、本当に大事なことだと思うんですよ。すごく心地のいい空間でした。本当にありがとうございました。では今から次回予告なんですけど、今回登場しました堺隆之の名切りを担当している久保田美智子さん、久保田さんの魅力に迫ります。僕実はね、この清助刃物さんの動画で言ったんですけど、この久保田美智子さんにめちゃめちゃ会いたかったんですよ。で、会えたんですよ。嬉しかったんですよ。はい、ってことで次回は名切りですね。楽しみにお待ちください。それでは今回の動画以上です。もしこの動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。